ちょっと売り上げ公開しちゃうね。ポンとこれ。今週の総合ランキングでハンドメイドで食べていけるっていうのはみんなが証明してるわけ。正しく理解してないんだよね。脊髄反射でビジネスイコール怪しいとか稼ぐっていうことってお金を稼ぐことでしょって思ってる人。稼ぐっていうのはお金を稼ぐことじゃない。この考えに絶対に稼げないからね。はい、お疲れ様です。日タメの北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。これからね、稼いでいきたいとか、作家業で食べていきたいっていう人のために、ちょっと朗報と、あとね、絶対にこれを正しく認識しておかなきゃいけないよっていう話をします。今日のテーマはね、稼ぐっていう話です。で、この稼ぐっていうことを多くの人が間違って捉えてるから、そこを正しく認識を持ちましょうっていう話と、もう一つにちょっと最初にね、ちょっとお知らせをしておくと、なんとですね、僕、ミンネクリーマで出店してるんだけど、主にね。で、ミンネとかクリーマでさ、作家ランキングみたいなのあるの知ってる？今週の作家ランキングみたいなのがあるんだけれども、そのね、作家ランキングに久々にね、僕、ランクインされました。で、この、ランクインつっても、部門ごとじゃなくて、総合ランキングね。今週の総合ランキングで7位にランクインしてます。ぜひね、見てください。これね、総合ランキングに入るってね、すごいことなの。僕何回かあるんだけどもね、今までマックスで、13位までしか入ったことがなくて、で、実はね、今回は1位取れるんじゃないかなと思ってたのね。で、普段気にしてないんだけど、たまたま見たら、あ、7位なんだって。で、これで7位なんだっていう思いと、この上の人たちは、じゃあどれぐらい稼いでいるんだろうっていうのがちょっとあって、で、それなぜかっていうとね、ちょっと売り上げ公開しちゃうね。ポンと、これ。今画面に出てるように、先月、これ、ランキング発表されるまで2週間くらいタイムラグがあるから、2週間前に納品したね、その1週間で納品した金額なんだけど、これがね。で、たまたまこの週に3作品納品する形になったの。だからこの売り上げなんだけど、毎週こんな売り上げ上がるわけないからね。で、たまたまなんだけど、でも、この1週間でこんだけの100万近い売り上げを作ったとして、したらランキングでどうなるんだろうと思ってたの。そしたら絶対僕が1位になると思ってたの。というのは、ここね、5年6年やってきて、このランキングのそのね、評価の基準っていうのって発表してないんだけど、クリーマもみんなもね。だけど、おそらく売上金額はかなり大きなウエイトを占めているっていうのは分かっていて、だからこそ僕は1位になれると思って楽しみにしたの。したらね、全然1位じゃないんですよ。7位だよ。100万近くだよ。97万っていう金額上げてて、7位なんだ。希望が見えるっていうのはここの話で、じゃあね、僕より上にいる人たち、もしくはね、このね、僕と同じように今回ランキングされてる人たち、この人たちって、僕より上の人はもちろん100万以上の売り上げが作れてる人たちなんだなと思って、そう考えるとさ、すごくない？で、どういう人たちが載ってるかって後で見てほしいんだけれども、大体ね、洋服作家さんとか、あと家具の人とか、やっぱりその単価が高い商品を扱ってる人よね。で、単価がね、低い人もいるんだけど、多分ね、これね、おそらく、企業案件かなんか取られて、大きな金額を上げたんじゃないかなとは思うんだけど、予測ね、僕のね。いや、でもね、洋服関係とかだと、やっぱりね、この一人ではさすがにね、そこまでの売り上げ作れないと思うから、もちろん外注したり組織化したりしてやってるとは思うんだけども、でもそれにしてもおそらく、そうだね、やっぱり、僕がね、聞いたことあるのは、ハンドメイド、洋服の人だったんだけど、その人も。やっぱりね、その、年商ベースで言ったら、年商3000万までっていう人はね、聞いたことあるんで知ってます。だからそこまでは絶対行くなとは思うんだけど、外注受けてればね。でも、やっぱ組織化してるから、その人たちに給料も払わなきゃいけないし、外注料も払わなきゃいけないから、手元に利益残るとしたらね、そんなに多くは残らないだろうけど、でもね、こうやってね、やっぱり、ハンドメイドで食べていけるっていうのは、こうやってね、みんなが証明してるわけ。だからこれから目指す人たちっていうのは、もうぜひね、本当に食べていけるから。で、実際僕も食べてるから。で、僕は外注も何もしてなくて、もう個人、僕一人で全てやってて、で、作品を納品して、で、あとこうやってオンラインスクールとかもね、含めたら、もう今年はもう年商1000万くらいは行くから、やっぱり一人で頑張ってもそれぐらいは絶対に行くの。本当に頑張ればね。で、行くのはもう本当に行けるから、ただし頑張らなきゃいけないよ。でも、そこの道は確実にあるから。だからこれから始めようっていう人たちは、やっぱりね、そこには希望を持ってね、
自分を信じてね、進んでいってほしいなと思います。で、今回はその話も含めてね、将来的に食べていきたいって思うんだったらね、稼ぐっていうことを正しく理解しておかなきゃいけないよっていうね、話をしたいと思います。やっぱりね、この稼ぐっていうと、どうしてもみんな脊髄反射のようになんか怪しいとかさ、いいイメージを持たない人多いでしょ。だから僕もうちのコーダーを稼ぐためにやってるからねっていう公言してるけど、それに対してやっぱり批判的な感情を持ってる人はね、多いと思うの。まあコメントももらったりすることもあるしね。で、それね、やっぱり正しく理解しないんだよね。そういうふうに脊髄反射でそういうふうにビジネスイコール怪しいとか稼ぐっていうことってお金を稼ぐことでしょって思ってる人、これ大間違いだから。いい？これから稼ごうと思ってる人はこの考え持ってないと絶対に稼げないからね。まずね、知っておいてほしいのは、稼ぐっていうのはお金を稼ぐことじゃない。もちろん結果的にお金は稼ぐんだけれども、全く別なの。本質はお金を稼いでるわけじゃないの。違うんだよ。稼ぐっていうのは金銭を稼ぐんじゃなくて、お客さんの信用とか周りの世間の信用を稼いでるんだよ。その信用を稼いだ結果、それがお金っていうものに変わってるだけだからね。ここを大きく勘違いしてる人っていうか、知らない人が多いんだよね。だから稼ぐイコールお金を稼ぐことだと思ってんの？これ全く違うから。そうやってると商売は絶対にうまくいかないから。違うんだよ。稼ぐのは信用なの。信頼なの。これを稼ぐから結果お金になるだけ。だからお金に価値があるわけじゃないの。信用にこそ、信頼を得ることにこそ価値がある。これを分かってないと全く違うことをやってしまうから、ここをね、知ってほしいんだよね。伊達に僕6年もこのね、ハンドメイドで食べていけないって言われてる世界でさ、6年もね、これでね、家族養ってないのよ。これだけなのよ、収入、生活費。で、これが続けられるのっていうのは、まさに、お客さんからの信用とか信頼っていうのを少なからず勝ち得てるから、できることなのね。みんなね、これから個人事業主になるかもしれないしね、サッカー業を本業にやるんだったらさ、あるいは副業でも稼いでったら個人事業主と申請しなきゃいけないだろうし、税金を納めなきゃいけないからね。で、やっぱり継続できることってさ、伊達じゃないのさ。これ、みんな知ってるかな？個人事業主とかってさ、年間何人も現れるんだけど、1年間で廃業していくのって、40% の人が消えていくの。4割の人が消えていくんだよ。個人事業主で始めましたってうまくいかなくて、やめていくの。続かないの。1年しか続かない。1年持たないのよ。でね、じゃあ3年続けれる人はってね、さらにね、6割の人がね、そこから消えていくの。だから、続けれるって、本当にちゃんとやってないと、本当に難しいこと。だからこそ僕は、続けれてるからいろんなことをちゃんと発信をしてるんだけども、正しくやっていかないと続けれないからね。だから今回の話も同じ。稼ぐっていうことを正しく理解しなきゃダメ。稼ぐっていうのはお金を稼ぐことじゃない。信用を稼ぐ。結果お金がもらえるだけ。ここ、違うよ。例えば、準備する商品やサービス。それに対して同じくらいの価値のものとしてお金をいただくのね。だから等価交換のように思うかもしれないけど、これね、等価交換で同じ価値と価値の交換で商売をしている人っていうのは、あまりね、長く続かないと思う。これはね、もうほんとね、ぜひね、これからやろうと思ってる人、今やってるけどうまくいかないっていう人はね、覚えておいてほしくて、自分が 100% のものを与えるじゃない。100% の商品サービス。自分がね、僕ができる 100% をね、与えるわけ。で、お客さんからいただく対価としていただくお金は、この 100% のものに対して 100% のお金をいただかない。僕は。っていうか、多分世の中のうまくいってる商売をやってる人たちっていうのは多分そういう商売はしてないはず。こっちは 100% のものを渡すんだけども、いただくのは 70% か 80% のものしかいただかないの。それでいいよ。で、なぜかっていうと、こっち損してるじゃない。こっちは100を渡して、向こうから70しかもらわなかったら 30% 損してるわけじゃない。見た目的にはね。でもね、それでいいの。目の前の金銭を得ようとするから、100に対して100のお礼をもらわないと納得いかない。
これが金を稼ぎに行っている人たちの考え方。違うから。100のものを与えて70もらえればいいの。すると、お客さんには何が起きるかっていうと、ね、70の支払いっていうかね、70のものと思って買ったら 100% のものが届く。つまり、予想していたよりも、よりサービスが良かった。よりね、商品が良かったっていう、すごくお得感があるでしょ。向こうはすごくそれで幸せになるじゃない。こんな風にしてもらえるの？こんな素敵なものをもらえたとかさ、得したとかって思えるじゃん。いいじゃん、それで。で、そこにこそ、もう最大の価値があって、で、僕ら、その商売してる方は、100与えて、一見 30% なんか損してるように見えるかもしれないけど、違うの。その残りの 30% っていうのは、お客さんの笑顔なの。それこそが最も価値があるの。これを分かってない人が多い。お金じゃないのさ、だから。金額、稼ぐっていうのは金額じゃないの。その、与えれる商品サービス 100% やってお客さんから 70% くらいもらえばいいの。そしてお客さんが喜んでる姿。これがある。で、これがあると何が起きるかっていうと、ここからが大事だからね。ここからが本質の話であって、そう喜んでくれたお客さんは次に何をしてくれるか。友達に、ここで商品買ったりね、こういうサービスを受けたんだけど、すごく良かったよ。このくらいのもんだと思ったらね、こんなサービスまでしてくれたのすごいでしょ。使ってみたらいいよって、口コミがどんどん広がっていくわけ。すると、次の新しいお客さんが来てくれて、で、どんどんそうやって商売が繁盛していくの。これが長く続く秘訣だし、お客さんから愛される秘訣なんだよね。これをやらずに、お金を稼ぎに行く人は、やっぱりこうやって作品作ったとしても、もうすごい材料費がこれくらいかかって作るのにこれくらいね、時間かかって自分の労力がかかったから、もうこれくらいもらわないと全然納得いかない。じゃあ10万円って言って、売って10万円いただくのか。それでもいいんだよ。いいけど、それだと長く続かないし、なかなかね、いい口コミとかは生まれにくいよねって。やっぱりそれを10万円で売りたいけど、7万円でいいの。ね。でも、向こうはさ、7万円で買ったらなんかね、その、まあ感覚的には分かってないんだよ、おそらくね。お客さんもさ。でも、なんか、うわ、すごいってなるじゃん。7万円ぐらいのもので考えてたら、いや、絶対それ以上の価値があるじゃんっていうものをさ、感じ取ってくれたら、すごく喜んでくれるじゃない。そしたら、ね、口コミが広がってっていうね、そして新しいお客さんが来てっていう流れができるから、やっぱそのためにもね、いいのさ。で、これね、その商売の基本の木っていうかね、本当にうまくいく商売はみんなこうやってんだけど、これってね、みんなが嬉しいの。わかる？僕は 100% のものをあげて、70% しかもらってないから、30% 一見損してるように見れるかもしれないけど、でもお客さんの笑顔っていうのがあって、30% 損したように思うかもしれないけど、さっき言ったようにお客さんが紹介、口コミを生んでくれて、紹介してくれて、次の新しいお客さんが入る。だから僕は、お客さんがお客さんを呼んでくれるから、僕はハッピーなわけ。わかる？でね、お客さんはって僕から直接買ってくれたお客さんは、70しか払ってないんだけど、100のものが手に入る。ね、想像していた以上の、ね、価値を提供されるから、すごいやったラッキーよかったって、この人に頼んでよかったってなるわけね。だからこそ口コミが生まれるわけじゃない。だから、70のもので100のものを手に入れたお客さんもラッキー。で、そのお客さんから口コミで広がって、新しく来るお客さんも、なんていうかな、いい人っていうかな、いい商品サービスを提供してるいい業者さんをちゃんと迷わずにさ、悪徳業者とかに引っかかることなくここに来れるから、で、またね、70のもので100のサービスを受けれるから、またラッキーな。だからみんなラッキー。だから三方よし、どの方向、みんながみんな幸せになる商売っていうのが、これがしっかりと長く続く、そして愛される商売のやり方。だから、ここを勘違いしちゃいけない。だから、稼ぐっていうのは、お金を稼ぐのではなくて、信用、信頼、これを稼ぎに行かなきゃいけないんだよって話でした。ね。全然違うでしょ。お金を稼ぎに行こうとして考えて仕掛けることと、お客さんのためにって考えて仕掛けること、全く別物だからね。だからそれを分かってないと、やっぱり商売はうまくいかないし、売れてる人、売れてない人の違いは、そこを分かってやってるかどうか。で、中には、そういったことを分からないで、金稼ぎに行って、ガンって短期で稼ぐ人いるよ。だけど、そういうさ、まあ、下手すりゃ悪徳商法みたいなことをやってる人もいるけど、そういう人長く続かないでしょ。
続かないのよ。だって信頼が勝ち取れないんだから。すぐに悪い口コミなんて一瞬で広まるんだから、今の時代だとね。だからとにかくちゃんとお客さんに 100% いいものを与えれるようにっていう、常にそのスタンスでやるように商売を心がけるといいんじゃないかな。はい、というわけでね、そんなような考え方で稼ぐっていうことをねやってってほしいんだよね。すると一番最初にね紹介したように、作家ランキングとかね、常に上位に乗るような、そんなね作家さんになっていくと思うから、ぜひねそこを目指してねやっていってください。はい、そんなところです。で、今回の話ためになるなと思ったらね、いいねボタン、そしてね、チャンネル登録してない人はぜひチャンネル登録してね、見てってください。で、僕ね、オンライン教室とかもいろいろやってます。で、今後ね、ちょっとね、どうやって売り上げを上げていったらいいんですかとかっていうね、ちょっとね、簡単な、コンサルティングじゃないけど、相談みたいな感じのやつかな。ちょっとね、そこもニーズが大きいので、ちょっとやっていこうかなとは考えてます。で、それはね、そういったことを始めるときも、僕のね、公式 LINE に登録してくれた人だけにね、そういった通知が行くようにしてるので、ぜひね、LINE 公式の方ね、登録しない人はね、そんなとこ興味があればね、登録をしてください。はい、そんなところです。それではね、最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは、羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人や、もっとスキルアップしたい人、そんな人に向けて、リアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。